はい、今回は After Effects でこんな感じの空間表現でよく使うパーティクルの床の作り方をご紹介していきます。まずコンポジションを作成します。コンポジション、新規、カット、01としてフル HD の5秒のコンポジションを作成します。そして、レイヤー新規、平面で BG01 として背景を作成します。そして背景にはエフェクト、描画、グラデーションでざっくりグラデーションをつけておきます。こんな感じとしておきます。次にパーティクル用の平面を作成します。レイヤー新規、平面、パーティキュラー01として平面を作成します。今回は外部プラグインのパーティキュラーを使用していきます。エフェクト、トラップコード、パーティキュラーを適用します。すると、こんな感じとなります。描画モードをスクリーンにしておきます。では、ここからパーティクルの床を作っていきます。まず、エミッター。今、パーティクルタイプがポイントとなっていて、点から放出されているのですが、これをボックスに変更します。すると、こんな感じで箱型で出現するようになります。次に形を変更します。エミッターサイズ、XYZ リンクドから XYZ インディビデュアルに変更します。すると、ここに設定できるようになりますので、横を1000、高さを10、奥行きを1000に変更します。こんな感じですね。次に、ベロシティを0に設定します。放出の動きがなくなって、こんな感じとなります。これで床の形となります。レイヤー、新規、カメラ。そして、統合カメラツールに変えてドラッグすると、こんな感じですね。パーティクルの床となっています。次にパーティクルの量を設定していきます。今、このパーティクルは1秒間に100個ずつ出続ける設定になっているのですが、ここを10万に設定します。すると、こんな感じで放出され続けていくようになります。そして、0秒でキーフレームを設定します。1コマ進めた状態で0にします。すると、最初の1コマだけ放出されて放出が止まるようになります。U でキーフレームを表示します。0秒の時には10万。1コマ進めると0になると。最初の1コマだけ放出されるようになります。そして、3秒で消えます。今これは出現したパーティクルの寿命が3秒になっているので、これを伸ばします。パーティクルの項目を開きます。ライフ3になっているのを長めに設定します。例えば20。すると、20秒間はこの出現したパーティクルが消えないようになります。次に色を入れていきます。カラーから、青っぽい形にしておきます。こんな感じですね。右クリックを押しながらドラッグすることでカメラを近づけることができます。こんな感じですね。これでパーティクルの平面ができましたので、次にこれを動かしていきます。フィジックス、物理シミュレーションのタブを開いて、エア、空気ですね。から、タービュレンスフィールド、揺れの項目を開きます。アフェクトポジション、ここの数値を上げていきます。すると、こんな感じで波のように揺れるようになります。こんな感じですね。ここを30に設定します。
フェードインタイム、この揺れが始まるのは0に設定しておきます。さらに、スケールで波の幅を調整していきます。5。こんな感じですね。これで、この平面に波のような揺らぎをつけることができました。次に、このパーティクルに個々の動きも少しつけていきます。エアーのスピンアンプリチュード。ここの数値を少し上げます。2。すると、この個々のパーティクルが動くようになります。わかりやすいように数値をもう少し上げてみます。こんな感じですね。さらに、スピンフリケンシを上げると、この揺れの速度を速めることができます。こんな感じですね。ここをそれぞれ調整します。アンプリチュード2。フリケンシーも2としておきます。すると、最初に作ったうねりと同じぐらいの速度で、ここが動くようになります。これでパーティクルの床ができました。次に文字を配置します。文字ツールでクリックして入力します。真ん中に配置して、文字の間隔を調整します。オルトキーを押しながら矢印キーの左右。こんな感じとしておきます。そして 3D レイヤーにチェックを入れます。そしてカメラツールでアングルを変えてみると、こんな感じですね。このパーティクルの床の中央に文字が配置されている形となります。床の位置を調整します。パーティクルのポジションを下に移動します。こんな感じですね。さらに文字も小さくします。S を押してスケール。こんな感じですね。これで基本設定ができました。一度確認用のカメラは削除します。そして新たにカメラを作り直します。レイヤー新規、カメラ。さらに、レイヤー新規、ヌルオブジェクトでカメラをコントロールするヌルを作成します。ヌルオブジェクトを 3D 化してカメラの親に設定します。そして P1、Z 軸を動かして近づけていきます。こんな感じですね。文字をもう少し小さく。パーティクルも小さくします。サイズ 0.2。パーティクルのサイズを小さくするとボリュームがなくなってしまいますので数を増やしていきます。エミッションエクストラス。プリランの数値を上げて増やしていきます。20としておきます。思ったより動きが激しいのでスピンアンプリチュードを調整していきます。スピンアンプリチュード1。こんな感じですね。そしてカメラを動かしていきます。1のキーフレームを設定して、時間を進めて、前に進めていきます。すると、こんな感じとなります。
こんな感じですね。もう少し速度を上げておきます。前に進めます。こんな感じでパーティクルの床を作ることができました。あとは全体の質感を作っていきます。まず、コントロール D でパーティクルを複製します。描画モード、加算にして、パーティクルのサイズを半分にします。0.1。で、少し発光を増やしている感じですね。さらに元のパーティクルをコントロール D でもう一つ複製。X ローテーション90。床を90度回転して縦のパーティクルを配置しました。そしてこの床のサイズが線で、今この文字と同じ床の中央500ピクセルの位置にありますので、ポジションをさらに500ピクセル後ろに移動します。するとこの床の奥に壁となるパーティクルが配置された状態となります。次にカメラを設定していきます。カメラオプション、社会振動オン。ボケですね、距離による。そしてカメラと文字を選択して右クリック。カメラ、フォーカス距離をレイヤーにリンク。すると常にこのカメラのフォーカスは文字に合わせ続けるようになります。いわゆるオートフォーカスですね。そして絞りを調整していきます。絞り10。ブラーレベル30。小さいですね。絞り30。こんな感じですね。手前ボケと奥ボケが入りました。だいぶ重くなってきますね、この辺りから。そして、元の床のパーティクルですね。この色を少しランダムにしておきます。カラーランダム30。こうすることで少し色にばらつきができます。こんな感じですね。さらに、レイヤー新規、調整レイヤーで、エフェクト、ブラーガウス、エッジピクセルを繰り返すにチェックを入れて、ぼかし30。さらにエフェクト、カラー補正、トーンカーブでコントラストを強めます。暗部を落としていく感じですね。そしてこの調整レイヤーに楕円形ツールをダブルクリック。マスクを反転。マスクの境界線をぼかす。するとこのマスクの外側に少しぼかしとコントラストが入る感じですね。そして最後に光源を作っていきます。レイヤー新規、平面、オプト01として黒い平面を作成します。今回はこちらも外部プラグインのオプティカルフレアーズを使っていきます。エフェクト、ビデオコーパイロット、オプティカルフレアーズ。描画モード、スクリーンにして、調整レイヤーの下に移動。そしてオプションからフレアの種類を変えていきます。プリセットから
これを使っていきます。OK。ソースタイプ 3D に設定して、ポジション Z 奥行きですね。位置を調整します。XY の配置も調整。こんな感じですね。さらにフリッカーなんかも入れていきます。光源の揺れですね。スピード、揺れのスピードと揺れの強弱の強さ。こんな感じですね。最後にカメラにひねりなんかも加えていきます。時間を進めて塗る R で回転ですね。Z 回転にキーフレームを設定して0秒の時に少し傾きを加えます。そして F9 でイーズをつけます。プレビュー画質を落とします。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで空間表現に使えるパーティクルの床を簡単に作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。